ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。宇都宮や高崎などの北関東地域から東京の山手線西側地域の池袋、新宿、渋谷を経由して神奈川県の小田原、逗子方面を結ぶ湘南新宿ライン。特に大宮以北の宇都宮線、高崎線沿線の地域からは新宿や渋谷まで乗り換えなしで行ける利便性もあるので、2001年の運行開始以来たくさんの人がこの湘南新宿ラインを利用しています。そんな湘南新宿ラインですが、大宮駅を出発した新宿方面行き列車のほぼ全ての列車が近年浦和駅にも停車するようになりました。繁華街が広がる大宮駅や埼玉スーパーアリーナなどがある埼玉新都心駅と比べてみると、浦和駅はいまいちパッとしない駅と思われるかもしれません。どうして湘南新宿ラインは浦和駅に停車しているのでしょうか。今回の動画では浦和駅になぜ湘南新宿ラインが停車するようになったのか、その経緯などを解説・考察していきます。それでは本編へどうぞ。浦和駅の概要。浦和駅は埼玉県さいたま市浦和区にある駅で、正式には東北本線のみ乗り入れる扱いとなっています。ですが系統としては主に3つの路線が乗り入れており、その内訳は京浜東北線、上野東京ライン、湘南新宿ラインです。2021年度の1日あたりの利用者数は埼玉県一の拠点駅である大宮駅の次に多い15万5340人となっています。利用者がとても多い駅ということもあって、乗り入れる各線の各駅停車、普通列車や快速列車はもちろん、赤城、草津島や日光、鬼怒川など今では特急列車も停車する重要な駅となっています。そんな埼玉県第2の拠点駅である浦和駅周辺は、主に埼玉県やさいたま市の中枢部を担う役割を持つ各種の行政機関などが立ち並ぶ埼玉屈指の官庁街となっています。特に西口はその官庁街という一面が特に大きく、埼玉県庁や埼玉県警本部、埼玉県教育委員会、選挙管理委員会、公安委員会、企業局などがあります。さらにさいたま市役所、浦和区役所、さいたま市消防局などもあります。商業施設としては伊勢丹浦和店やイトーヨーカドー浦和店、JR 東日本ホテルメッツ浦和や浦和ワシントンホテルなどのホテルがあります。このほか NHK の埼玉放送局やテレビ朝日のさいたま支局、それに読売、朝日、毎日、東京、共同、日経など在京各種大手新聞社のさいたま支局などもあり、さらに自民党、国民民主党、公明党、社民党の埼玉県における拠点、埼玉りそな銀行の本店をはじめとした金融関連の施設もあります。また埼玉県立御三家の一角にある浦和第一女子高校も、この浦和駅西口から歩いて10分以内の範囲にあります。浦和一女が位置する地域で埼玉屈指の高級住宅街として知られ、東京、世田谷区より平均地価が高くなっている岸町地区もここ浦和駅から徒歩で行くことができます。ただし浦和一女と同じく県内屈指の進学校として知られ、浦和と関する高校である県立浦和高校と一律浦和中学高校は1駅先に進んだ北浦和駅の東口から徒歩でのアクセスとなります。反対側の東口は商業施設のストリームビルおよびそのストリームビルに入居する浦和パルコやさいたま市立中央図書館などがある複合公共施設コナムーレなどがあります。他には複数の商店街に何校ものさいたま市立の公立小中学校、そして浦和競馬場、浦和記念公園、浦和総合運動場、浦和駒場スタジアムなどがあります。そんな浦和駅の利用者が多い理由についてですが、ここまで説明したように埼玉県庁をはじめとした各観光庁の最寄り駅であり、そこへ通勤する人が非常に多いことが最大の理由です。浦和駅の乗降客数は埼玉県内でも大宮駅に次いで多く、もちろん浦和にも大宮にも観光庁も魅力的な商業施設もありますが、基本的には観光庁、文教施設が集まって利用者が多い浦和と、交通系施設店、商業施設が集まって利用者が多い大宮で、この2つはよく比較されライバル関係にある立ち位置です。
浦和駅停車列車の歴史。この項目では、浦和駅に停車する列車の歴史について振り返っていきます。浦和駅は1883年7月28日に開業した歴史ある駅ですが、1932年9月1日に京浜線が大宮まで延伸開業して、京浜東北線となると京浜東北線電車だけが停車する駅となります。これ以降はずっと東北本線の列車は通過していたのです。その状況が変化することになったのは、京浜東北線の大宮延伸から36年が経った1968年のこと。当時の国鉄は高度経済成長で東京近郊を走る路線の輸送力増強を目的とした通勤後方面作戦を実行しており、この作戦で浦和駅が経由地となる東北本線の赤羽大宮間にて、これまで旅客列車が走る列車線と貨物列車が走る貨物線に分けられていた2つの線路を活用する形で、京浜東北線用の電車線を新たに設置して、京浜東北線と東北本線の線路を分離することにしました。なお東北本線はこれまで貨物線だった線路を活用しており、貨物列車は新たに建設された高架線上の線路に建設された新設の東北貨物線を走ることになりました。同年10月1日には旧貨物線現列車線の線路上にも東北本線用のホームも新たに設置されています。この時から東北本線高崎線の列車が浦和駅に停車していますが、この時は朝夕のラッシュ時間帯限定となっていました。これは当時東北上越新幹線が未開業だったのが原因であり、東北本線の上の大宮間は東北上越北陸方面へ向かう長距離の特急列車や急行列車が常に行き交っており、この時の東北本線は現在では全く考えられない、まさしく特急街道だったことに起因します。特急列車や急行列車に追いつかれてしまうことを防ぐために、日中時間帯は中距離普通列車を停車させることが難しかったのです。やがて1982年、東北新幹線の盛岡大宮間および上越新幹線新潟大宮間が開業。この時に新幹線が開業したことで、これまで在来線の東北本線などが担っていた長距離輸送は新幹線にとって代わられ、以降の東北本線高崎線はそれまでの長距離輸送の任務が減り、近郊輸送にもできることになった影響で、この時から日中も普通列車が停車するようになっています。また新幹線が上野まで延伸した1985年以降、新特急として再編された赤城、草津、谷川などといった一部の特急列車も浦和へ停車するようになっています。ただし以降も東北貨物線を経由する池袋、新宿発着の宇都宮線、高崎線は引き続き浦和駅を通過し、その後継である湘南新宿ラインももちろん通過。それらが停車するようになったのは2013年のことであり、2004年から続いていた浦和駅高架化工事が完了して、東北貨物線用のホームが設置されたことを受けてのことです。この時湘南新宿ラインが浦和駅に停車することになるだけでなく、東武線直通の特急列車など東北貨物線経由の特急列車も新規に浦和駅へ停車するようになって現在に至ります。どうして浦和駅に湘南新宿ラインが停車するようになった？今では湘南新宿ラインも停車するようになった浦和駅ですが、湘南新宿ラインが停車するようになったのは2013年と、今からまだ10年ちょっと前で比較的最近の出来事です。以前はもちろん湘南新宿ラインは浦和に停車せず、なんならその前身である池袋、新宿発着の宇都宮線、高崎線も通過。どうして湘南新宿ラインも浦和に停車するようになったのでしょうか？その理由は浦和駅のある自治体からの要望で、さいたま市がかねてから要望していたことが理由です。これは浦和駅が埼玉県の県庁所在地なのにかかわらず、京浜東北線電車しか停車しない時代が続いたことが背景にあります。ところで1968年から朝夕限定で停車を開始した東北高崎線から上野駅へ向かう中距離普通列車ですが、東北上越新幹線が開業する1982年以前のダイヤにおいて、
長距離の特急列車だけではなく長距離普通列車もあり、そういった列車においては機関車牽引にて客車列車として運行されていたという事情もありました。日暮里・岩沼間においては常磐線もありましたが、この時代は東京と東北を結ぶ鉄道輸送需要について東北本線がそのほとんどを担っていた時代です。その状況でもし浦和駅に中距離列車を停車させてしまうと、前後を走る長距離列車にも影響が出てしまうことも十分考えられます。なので長距離旅客輸送が新幹線にシフトした1982年以降、東北本線の輸送力にも余裕ができたので、中距離普通列車が浦和に停車しても問題がなくなったということです。そして1987年4月1日、国鉄が爆発し、JR 東日本が誕生しました。JR 東日本が発足して以降ですが、東北本線に愛称が付けられた宇都宮線と高崎線方面から渋谷、新宿、池袋の三大副都心へ向かう列車の設定が始まります。手始めに1988年3月のダイヤ改正以降、宇都宮線、高崎線方面から池袋まで乗り入れる列車が登場。これらの列車は東北貨物線、山手貨物線を経由して向かいますが、東北貨物線と山手貨物線は以前貨物列車がひっきりなしに走っていました。現在でも貨物列車が走らないというわけではないですが、武蔵野線の開業によって大部分がそちらを経由するようになり、その空いた線路容量を活用してこれらの列車は設定されました。この池袋発着の宇都宮線、高崎線列車以外にも、特急など有料列車においても直通列車が設定されます。手始めに1987年12月より季節臨時特急列車として両毛線の前橋と伊豆急下田を結ぶモントレー踊り子号を運転。モントレー踊り子号は両毛線、高崎線を経由して大宮に着いた後、東北貨物線、山手貨物線を経由して品格線に出て、そこから東海道線に入って伊東線、伊豆急行線へ直通していました。さらに1989年には新宿発着のホームライナー鴻巣、ホームライナー古賀も設定が開始。池袋発着だった東北貨物線経由の普通列車も1995年に山手貨物線に乗り入れて新宿発着に延長され、1998年には新宿、池袋発着だった成田エクスプレス号も一部が東北貨物線経由で大宮まで運行区間が延長されました。このように JR 東日本になってから国鉄時代にあまりなかった貨物線経由の旅客列車が登場するようになったのです。そして2001年、JR 東日本は宇都宮線、高崎線方面から直接池袋、新宿方面に乗り入れる列車を発展させる形で湘南新宿ラインという運行系統を誕生させます。湘南新宿ラインは東北貨物線、山手貨物線を経由した上で、新宿から先は先ほど紹介したモントレー踊り子号のように品格線経由で横浜、大船方面まで直通するようになったのです。運行開始時は現在まで続く宇都宮線と横須賀線を結ぶ系統、高崎線と東海道線を結ぶ系統の2種類以外にも新宿と横須賀線方面を結ぶ列車も存在していました。当初は今よりも運転本数は少なく細々としたスタートでしたが、2004年10月に池袋駅構内の廃線改良工事が完成すると一気に主要幹線として大増発をすることになったのです。ところが宇都宮線、高崎線方面から池袋、新宿方面へ行く列車およびそれを発展させて誕生した湘南新宿ラインともども先ほどまで説明したように東北貨物線を経由する列車です。東北本線の旅客列車線を経由する上野発着の列車および現在の上野東京ライン系統の列車とは異なり、これらの列車は浦和駅に停車できない事情があったのです。そもそも国鉄時代の東北貨物線では旅客列車を走らせることは考えておりませんでした。現在の東北貨物線は国鉄の通勤後方面作戦において
1968年に現在まで続く3複線化した際に設けられたものですが、早くから市街化が進んでいた浦和駅付近については貨物専用の線路を確保するための用地の確保が難しく、やむなく高架に追いやられて建設されたものでした。さらにそのままでは東北貨物線上にホームを確保する敷地もなく、湘南新宿ラインを停車させること自体難しかったのが現実です。ちなみに埼玉県方面から東京の池袋、新宿、渋谷方面へ向かう場合、湘南新宿ライン以外にも埼京線という選択肢があります。しかし埼京線は浦和駅を一切経由しない路線であり、浦和駅から池袋、新宿、渋谷方面へ向かうとする場合は、徒歩か国際工業バスを使って武蔵浦和駅か中浦和駅に出て埼京線に乗るか、赤羽で埼京線に乗り換えるか、田端か上野で山手線に乗り換えるなど、他の路線またはバスへの乗り換えまたは徒歩連絡が必要となってしまいます。ここまで含めると、かなり時間がかかってしまいます。また浦和駅周辺は地上を走る東北本線や京浜東北線の線路によって、長年東西で分断されていたという実情もあります。またさいたま市としても交通の利便性向上はもちろん、交通の分断を解消したいという思いがありました。さらに高架に追いやられた東北貨物線の存在や、駅周辺の敷地が不足している問題などもあり、乗り換え通路も狭い地下通路だったことが長らく続いていました。1960年代に整備されたこれらの施設についてですが、増え続ける旅客需要やバリアフリーなどに対応することが困難で、これを解消する必要も同時に存在していました。そこで旧浦和市、現在のさいたま市は2004年以降、浦和駅周辺の再開発を実施することを決断し、その目玉として JR 東日本も巻き込んで駅周辺の高架化事業を実行。JR 東日本もこれに合わせて湘南新宿ラインを停車させるため、浦和駅に対して大規模な工事を行うことになりました。浦和駅高架化工事と湘南新宿ライン停車。そんな浦和駅の高架化工事の目玉ともいえる事柄こそ、東北貨物線上への湘南新宿ライン用ホームの設置です。浦和駅周辺では2007年から2013年にかけて、京浜東北線が使う東北本線の電車線と東北本線旅客線の高架化、および湘南新宿ライン用ホームの設置に伴う工事が行われました。この工事については多数の線路切り替え工事を実施しており、特に湘南新宿ライン用のホームを設置するにあたっては、2012年5月から9月にわたって合計5回、湘南新宿ライン列車の一部運休や東北旅客線迂回運転を強いる大規模な線路切り替え工事を実施して実現することとなりました。それらの工事が完了した後の2013年3月16日ダイヤ改正以降、東北貨物線経由で運行される湘南新宿ラインが浦和駅への停車を開始。さらに東武線へ直通する日光、鬼怒川およびスペーシア日光、スペーシア鬼怒川などといった東北貨物線経由の特急列車も浦和駅への停車が開始されることになりました。なおこの高架化工事にあたっては東北貨物線の線路や湘南新宿ライン用のホームを確保するために、東北旅客線ホームの南側にあった保線機械用の留置線から捻出しています。これを活用することによって新規の土地買収をほぼ不要としています。ちなみにこの高架化工事は浦和駅周辺の1320メートルのみでの施工です。そのため京浜東北線で隣駅である北浦和と南浦和は地上のままとなっていて、浦和駅の周辺だけが高架に上がる形となっています。さらにこの高架化工事着工にあたっては東北旅客線の設計牽引重量を変更する手続きをしています。設計牽引重量とは列車が時刻表通り運転することが可能な範囲で最大限許容される牽引定数の釣り合い度を示す言葉です。そして牽引定数とは動力車が駅間の走行時間に応じて他の車両を牽引できる重量の限度を示す数値のことを言います。東北旅客線の場合においてはそれまで設計牽引重量について機関車牽引列車がかつて大量に走っていたことを踏まえて1350トンのままとなっていました。東北貨物
線については今もこの数値なはずです。しかし相次ぐ東北、上越、北陸方面への新幹線の整備によって客車列車はかなり数を減らしてきていました。それを反映する形で1999年11月に JR 東日本はこの区間の設計牽引重量を1150トンとする手続きをしました。これによってより急な勾配で線路設計ができるようになり、高架化工事における設計の自由度が上がることとなったのです。実際に高架化後の東北旅客線の浦和駅前後における勾配は京浜東北線用の電車線と同じ角度の勾配とされており、その勾配は最大で 19.5 パーミル程度という数値になるものです。一方で湘南新宿ラインが走る東北貨物線については従来通り最大10パーミル程度の勾配になるものと思われます。浦和駅の前後では比較的急な勾配となった東北旅客線、電車線と比較的緩やかな勾配となっている東北貨物線との間で、その勾配角度の差がよくわかるような光景が目にできます。さらに東北貨物線の高架橋とその他の高架橋では線路やホームが位置する高さも異なっているという特徴があります。なので浦和駅では東北貨物線のホームが一段高い場所にあり、浦和駅ではこの光景もよくわかるようになっています。また高架化の工事によって東西自由通路の整備など、それまで長らく分断されていた東西間の往来もしやすくなり、浦和の街がより活発になる効果も生んでいます。湘南新宿ラインの浦和駅停車でどう変わった？さて、湘南新宿ラインの停車が始まってから浦和駅の利便性はどう上がったのでしょうか？まず山手線の西側である池袋、新宿、渋谷方面へ移動する場合、その利便性は飛躍的に向上したと言えます。また上野東京ラインが開業する一足先の段階ではあるものの、運転開始当初より横浜方面へ直通していた湘南新宿ラインの効果によって横浜方面へのアクセスも飛躍的に向上しました。これは先述したように埼玉県の大宮周辺から池袋、新宿、渋谷などの副都心地域へ直接行く場合において埼京線と湘南新宿ラインしか選択肢がないこともありますが、2013年以前は浦和駅から東京都心方面へ行く場合、宇都宮線、高崎線で上野駅、また京浜東北線を使って秋葉原駅や東京駅、新橋駅、品川駅というように山手線の東側地域には乗り換えなしで行けたのにかかわらず、湘南新宿ラインの列車が通過してしまうがゆえに新宿、渋谷へ行くのにはもちろん直接行けず、さらに横浜方面に行くのにも乗り換えなしで行く場合、各駅停車の京浜東北線をそのまま通しで乗るしか手段がなく、時間がかかってしまうがゆえに快適とは言えませんでした。これが浦和駅に湘南新宿ラインが停車することによって乗り換えなしで池袋まで21分、新宿まで27分、渋谷まで33分、横浜まで55分となったのです。ただし横浜については2年後の2015年に上野東京ラインが開業したことで、こちらがより短い52分で浦和、横浜間を結ぶことになっています。さらに高架化工事と同時に浦和駅の東西自由通路が完成し、東西間における交流の活性化も効果として挙げられます。この点については伊勢丹浦和店を西口に構える三越伊勢丹ホールディングスからは客足が期待できる。浦和駅の利用客からも赤羽駅での乗り換えがなくなって便利になったという好意的な声が高架化完成時に上がりました。一方湘南新宿ラインを利用して池袋、新宿、渋谷方面へ向かう乗客からは多少否定的な意見もありました。湘南新宿ライン自体が宇都宮線、高崎線方面からやってくる列車で、横浜、鎌倉方面に行くのにグリーン券を買っても満席なこともたびたびあり、グリーン券を買っても必ず座れるわけではないという快適性の面で否定的な意見がありました。また宇都宮線、高崎線方面から乗る長距離利用者を中心に停車駅が増えたことで浦和駅への停車がいらないという、停車そのものがいらないという意見も上がりました。
このように当初は否定的な意見もありましたが、今日に至るまで湘南新宿ラインは浦和駅に停車し、10年が経過した現在ではかなり根付いているものと思われます。しかしその裏にはかねてより抱えていたさまざまな問題もあり、浦和駅へ湘南新宿ラインが停車することについて歴史の変化とさまざまな苦労の末にできたことでもあったのです。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、なぜ浦和駅に湘南新宿ラインが停車するようになったのかについて、もともと京浜東北線の電車しか浦和駅には停車せず、地元自治体である旧浦和市、さいたま市からかねてより停車要望があったため、高架化工事と合わせて停車を開始したこと、浦和駅に湘南新宿ラインが停車を開始したことによって、浦和駅から池袋、新宿方面だけでなく、後に開業する上野東京ラインの開業と合わせて横浜、大船方面へ行く場合においても利便性が向上していること、湘南新宿ラインの運転開始当初にどうして浦和駅を通過していたのかというと、湘南新宿ラインが走る東北貨物線上に浦和駅のホームそのものがなく、停車させるには高架橋の改築など大工事が必要であったこと、そもそも以前は列車線を走る東北、高崎線の列車、つまり今でいう上野東京ライン系統の列車も停車がまともにできなかったこと、浦和駅全体を高架化する大規模な工事を実施し、それがある程度終わった2013年3月のダイヤ改正より浦和駅に湘南新宿ラインが停車を開始したこと、高架化工事を実施したことで東西間の分断状態も解消されて活発化が図られていることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。